モデルチャンネルにようこそ。私、モドルと申します。よろしくお願いします。今回はこちらのリアルグレードガンダム試作1号機フルバーニャンを製作してみました。久しぶりのリアルグレード製作となりましたが、こちらのフルバーニャンをゼータプラステスト機のカラーリングで仕上げてみたいと思います。このカラーをチョイスした理由は、試作機だからテスト機のカラーリングでも似合うんじゃないかと思ったのと、テスト機のオレンジカラーが好きだったからです。リアルグレードで初めての制作動画になります。今回は塗装トラブルもあったのですが、最後まで見ていただければ幸いです。それでは箱を開けていきます。ランナー数は多くないのですが、リアルグレードということもあり、パーツ数はかなり多いですね。極小サイズのパーツも多く、紛失しないように注意が必要ですね。あと、アドバンスト MS ジョイントが内部フレームとして使われていますね。まずはいつものニッパーでパーツを切り取ります。このキットはアンダーゲートが結構多かったのですが、リアルグレードはそういった仕様なのでしょうかね。続いてアルティメットニッパー 5.0 で二度切りしていきます。モデルは今まで型場の理解が曖昧でしたが、切り刃でカット面を決めて、まな板刃を気に入ってから切り刃のみに力を加えれば綺麗に切れるというのが分かりました。ということで、全てのパーツを切り終えました。切ったパーツは100均で200円で買ったこの小分けできる入れ物に保管します。カットしたゲートは掃除しておきます。次に仮組みです。リアルグレードの仮組みは初ですが、細かいパーツが多いので結構大変でした。仮組みの工程は割愛しますが、完成するとこんな感じになりました。とても良いプロポーションですね。一部パーツは分解の難易度の関係で組み立てていません。次にキットの特徴的な構造を見てみます。フルバーニャンという名前の通り、バーニャが多いのが最大の特徴ですね。どのくらいバーニャがあるか確認してみます。数が間違っていたらごめんなさい。一番目を引く背中の部分はユニバーサルブーストポットという名称で、小型3つ、大型1つありますね。バックパックに2つ、腕部にショルダーバーニャポットが前後2つ、中心に3つ、さらに1つ、脚部に1つ、足裏に大型1つ、小型が4つ、そして胸部にリバーススラッターが2つの左右合計で38機も搭載されていますね。頭部はアンテナがとてもシャープですね。このアンテナは細いので折れそうで心配です。コックピットハッチが二重に開閉できるのは凝っていますね。続いて可動範囲を確認してみます。頭部は360度回転します。腰は変形の関係でかなり制限があります。肩は約90度曲がります。また肩は前方に曲げることが可能です。肘は約135度曲がります。股開きは約45度曲がります。膝は約135度曲がります。足首は構造的な関係で少し制限があります。足の前部は下方向に曲げることが可能です。足裏のバーニャのための構造でしょうかね。次に合わせ目の確認です。目立った合わせ目はなかったのですが、バックパックに一部合わせ目がありますね。コクピットブロックをコアハイター2フルバーニャに変形させてみます。まず上半身を外します。続いて下半身を外します。コクピットブロックのユニバーサルブーストポットの角度を調整します。上面のパーツを閉じて、折りたたんだノーズコーンを伸ばして、下面のパーツを閉じて、ビームガンサーベルの角度を調整して完成です。別パーツの車輪を取り付ければ着陸も可能です。では一度パーツを分解しますが、先ほどはランナーごとに分けましたが、今度は色ごとに分けていきます。次に加工処理です。まずは合わせ目を処理します。バックパックにできる合わせ目は段落ちモールド化します。筋彫りカーバイト 0.25 で彫っていきます。バックパックは PS 素材なのですが、柔らかくて彫るのが少し難しかったです。上面にも彫っていきます。次にヤスリ掛けです。まずは板のついた320番のヤスリで削ります。板付きヤスリは力が均等に伝わるので非常に正確に削れますね。リアルグレードは細かくて微妙な角度のエッジも多いのでゆっくりと確認しながら削っていきます。細かな部分は棒ヤスリで削ります。棒ヤスリは細かいパーツの多いリアルグレードではとても重宝するツールだと思いました。仕上げは800番のスポンジヤスリを使用します。スポンジヤスリも力が均等に加わるのでとても便利なツールですね。アンダーゲートも軽く整えます。次に塗装です。
今回は塗料を変更してみました。こちらの水性塗料、アクリジョンを使用します。ラッカー系の匂いや健康面を考慮しての選択ですが、性質を探りつつ塗装してみます。また、アクリジョン塗装のために、こちらのツールも買ってみました。はい、充電式エアブラシです。こちらのエアブラシを使用して塗装していきます。さらに、アクリジョンはほぼ無臭ということで、室内用塗装ブースを作成しました。前回同様 USB ファンを上面に2機取り付けています。そして排気ホースも取り付けました。ホースは窓ガラスに挟み込んで使用します。エアブラシは缶スプレーとは違って思いつきの塗装が難しいと思うので、デジタルペイントで事前に塗装シミュレーションを行いました。エアブラシ専用の薄め液を使ってベースホワイトの濃度を調整します。ベースカラーシリーズは薄め液とカラーが1対2で薄めるといいみたいですね。それでエアブラシ塗装開始です。いきなりピンボケで申し訳ないです。優しいミストが出てきました。そして無臭です。ラッカーとは違い、いきなり全部塗ろうとすると液垂れするらしいので、最初は色が少しついたら止めて、2、3回に分けて塗装するといいみたいですね。2回目を塗っていきます。しかし、ある程度塗装して分かってきたのですが、かなり難しいです。塗装が難しいのではなくて、ブラシがすぐ詰まってまともに拭けなくなります。パーツを2、3個塗装したところで、すぐミストも不安定になって、そして出なくなります。エアブラシのノズルは水に浸しながら拭いていたのですが、塗装よりも掃除に時間を取られてしまいます。さすがに厳しいですね。頑張ってベースホワイトだけ塗りましたが、ここで挫折してしまいました。ということで、塗装をいつもの缶スプレーに変更しました。まずはサーフェイサーライトグレーを拭きます。今回はテスト機カラーということで、大部分はサーフェイサーで塗装しようと思います。エアブラシの話に戻りますが、挫折した後よく調べてみると、アクリジョンと水性塗料はブラシの口径が 0.5 以上でなければ詰まりやすいそうです。モテルが今回買ったのは 0.3 で、口径としては一般的ですが、アクリジョンには少し難しかったみたいですね。続いて、サーフェイサーグレーを拭きます。メタルカラーの下地にサーフェイサーブラックを拭きます。アドバンスト MS ジョイントにもブラックを拭きます。メタルカラーにはアルミシルバーを拭きます。ガンメタルも拭きます。そしてメインカラーのピュアオレンジを拭きます。今回不幸中の幸いだったのが、アクリジョンとラッカーはお互い干渉しなくて重ね塗りが可能でした。オレンジは隠蔽力が弱いので色調統一は少し難しいですね。一部パーツは塗り分けのためにマスキングテープを貼って塗装します。すべてのパーツが塗り終わりました。塗り分けの確認をしておきます。大丈夫そうですね。次に墨入れです。まずはホワイトカラーのパーツに 0.2mm のシャーペンで描いていきます。ホワイトは汚れが目立ちやすいので注意して描いていきます。グレー系のパーツには墨入れダークグレーを塗ります。オレンジカラーにも塗っていきます。メタル系には墨入れブラックを塗ります。次にデカール貼りです。今回も色々な水転写デカールを貼っていきます。キット不足のリアリスティックデカールもグリーン部分を一部使用します。細かいデカールはピンセットでつまんで貼っていきます。大きなデカールは綿棒でスライドして貼っていきます。オレンジ色のデカールを使用するのは初めてですが、なかなかいいですね。次に筆塗りです。本当はデカール貼りの前にすべきでしたね。細かい部分を水性ホビーカラーで筆塗りします。水性ホビーカラーは少しだけ匂いますね。モテロの息子にはアクリジョンの筆塗りを勧めましたが、子供が使う塗料としてはとても良いと思います。いろいろ塗っていきます。最後に艶消しを全体的に吹き付けます。ビームサーベルにはスーパークリアを吹き付けます。それではこちらが完成したガンダム試作1号機フルバーニアになります。では簡単なレビューをしていきます。カラーリングの確認です。ゼータプラスデッド機を意識したカラーリングですが、もともとフルバーニアンはゼータガンダムに近い配色なので似たような雰囲気になりましたね。カラーの大半はサーフェイサーですが、意外としっくりきていると思います。アクリジョンのベースホワイトは比較的綺麗に塗れたと思います。ただホワイトは汚れが目立ちますね。オレンジカラーはかなり目立っていいですね。
こちらが今回使用した塗料になります。詳細は動画説明欄をご覧ください。次に合わせ目の確認です。唯一加工したバックパックのダウンチモールとは問題なさそうですね。次に武器の確認です。こちらはビームライフル。ビームライフルにはビーム10手がついています。10手は攻防一体の武具ですが、劇中ではビームサーベルの受けとして使用していましたね。ビームサーベル。少し濃いピンクのビームサーベルですね。そしてシールドになります。シールドはアナハイムエレクトロニクス社のロゴを入れました。仮組と比較してみます。オレンジカラーは特別な感じがしますね。それでは最後にターンテーブルに乗せてポーズを取らせてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。今回はガンダム試作1号機フルバーニアンをゼータプラステスト機のカラーリングで仕上げましたが、アクリジョンのエアブラシ塗装を途中で断念してしまったのは残念でした。無臭は非常に魅力的なので、何かしら手を考えてまたリベンジしてみたいと思っています。次回も面白そうな題材を見つけてアップしたいと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。今回も息子に感想を聞いてみましたが、フルバーニアンは中身が見えるパーツが多くてかっこいいねとのコメントをもらいました。いつもは顔ばかりのコメントですが、デザイン全体に対しての的確なコメントでちょっと感心しました。それではまた。